雑談です。葬儀屋です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、相変わらず打ち合わせをして、本当に次の新ネタ、陣内君の新ネタの打ち合わせと、YouTube の打ち合わせとかを連日というか、年末なんで、年末年始の番組に向けてやっておるわけですけども、その中で一つね、すごいことを聞いてしまいましたよ。じゃあ早速いきますか。見ましたですわ。真犯人フラグの、6話目ですね。昨日じゃなくてね、一昨日かな、日テレでヒルナンデス終わりで打ち合わせをした帰りに、日テレなんでね、ポスターがペタペタ貼ってあるわけですよ、番組の。で、真犯人フラグもポスター貼ってて、で、そのポスターを見ながら僕がね、思わず真犯人フラグが本当に面白くてというのをね、帰り際話してたら、陣内君の口から、この間西島秀俊さんと吉根京子さんに会ったっつって、って言ってたら、その2人もまだ犯人が誰なのか知らないと言ってたよというね、すごい情報を聞いてしまいまして、よくね、3日間も僕黙ってましたよね。6話目が終わるまでちょっと待とうことでね、楽しみに撮っておいたんですが、なんとまだ演じてる役者さんも誰が犯人なのかわからないままあれを演じてるそうということを聞いてしまいましたんでね、いやー、6話目もすごかったです。あらすじとかはね、ホームページの方で詳しいところは見ていただければなと、あと見逃し配信でね、TVer なり Hulu なりで、確認していただければいいかなと思いますね。僕はね、いろいろ6話目で気になったところをこうお話ししていきたいかなと思いますんで、見てるもの前提として、見ていなくてもね、こんな面白いシーンがありましたよみたいなところでね、話していこうかなと思いますけども、まずは何といっても6話目の肝というかね、5話目からの続きで、傘ね、傘を5話目の最後に傘をパッと落としたら、菱田さんの顔ですよね。で、ちなみに菱田さん演じてる桜井さん、何でした、桜井由紀さん、写真集が今度出るそうなんでね、そんなネットニュースも出ておりましたけど、ね、菱田さんの顔ね、で、傘を、それは貸せませんみたいなことでね、ごまかして、で、いやそうじゃなくて、この傘って言った時に、奥さんの真帆と同じものじゃないか、もしかしたらっていうところで、実は同じのをね、探して買ったんですと、フリマアプリで探して買ったんですよということが、これね、おそらく嘘を言ってる感じではないと思うので、本当に、後々ね、橘田さんがいろいろ調べて、インスタ調べると、本当に真帆さんと同じ、カバンであるとか持ち物をね、いっぱい買っているっていうのがインスタに上がってるんで、おそらくその傘もフリマアプリで買ったんだろうということが明らかになると。しかしどういった心境でそうやって真帆さんと同じものを揃えて、でその時にもう一つ、その時にというか、その後ですか、涼介さんが鍵をなくして帰ってしまうんですけども、そしたらドアが開いてて、だから入っていくと、部屋とワイシャツと私を口ずさみながらアイロンがけをしてるんですよね、菱田さんが。で、どういうことですかっつったら、真帆さんと合鍵をお互い交換していて、息子の忘れ物があった時とか、洗濯物をね、急に雨降っちゃった時に、お隣さんだったらこうね、行って取り込めるようにっていうので鍵交換してるんですよみたいな話が出て、そこを全くね疑わないんですよね、涼介さんは。だったらそうなんだって
そう納得しちゃうんですよ。で、なかなかね、結構、回想シーンとかでも、真帆さんが、なんかあなたのそういうところ、なんか、ポイントがちょっとずれてるみたいなことは、散々振られてて、さすがにこの鍵のこととかは、これどうも、ね、なんか、おかしね、いろんなネットの考察を見たりすると、もう、凌介が、こう、二重人格というか、で、こう、なんていうんですか、凌介自身がやってる犯行を忘れちゃってて、一人でね、自作自演というかマッチポンプのようにこう騒いでるんじゃないのかみたいなことがありましたけど、僕はそうは思わないんですけど、単純にそういうなんか鈍感すぎる人というか、そんな感じなのかなとは思って見ておりますが、それにね、そんな鍵のことをすぐにね、二宮さんとか立花君とかにすぐに報告しなくて、話のついででなんかもうさも当たり前のようにポロッと言っちゃって、そこおかしいよみたいなシーンもその後にあるんですけど、やっぱりこうね、凌介さんのそういうところがこう事件に関係ないとは言い切れませんけども、それで自分でやってるみたいなことにはなんないのかなとは思ってるんですけどね。で、先週の続きからいきますと、謎の男ですよね。名前が出てこない。前野さん。前野智明さんか。ね。謎の男、踏切ですれ違って、あなたに一度お会いしたことありますよね、凌介さんに。で、10年前にって言って、こう、踏切お互い渡っちゃった後だから、こう、電車が通り過ぎたら、もうそこにはいないみたいな。あれも、ちょっとね、思わせぶりすぎて、まだ、どういった過去に関係があったのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、この6話の中では、その凌介さんと真帆さんが結婚するいきさつが語られておりまして、で周りからはもう妬まれてね、本当に学校のマドンナみたいなのを凌介が射止めたっていうのを、みんなが狙ってたのに、そういう結果、しかも自分からプロポーズしたんじゃなくて、もう待ちきれなくて真帆さんの方からプロポーズしたっていうのをみんながこう羨んでるっていう状況でね、なんでもっと祝福してよみたいなシーンがあったんですけど、それで考えるとやっぱり、先週も言いましたけど、僕は試乗の時のマスターね、日野が一番今のところ出ている人の中でね、怪しいかなと思いますよね。唯一絡みがそんなになくて怪しい私葬儀屋ですよのね、元木さんはこれなんだ、これだけは本当理解できないっすよね。ただ重い荷物を運ぼうとして手伝いましょうかって言ってでっかい車ね、段ボールが積んだって、私葬儀屋ですよっつって脅すというかね、こうサイコパスな感じでね演じてるんですけど、私葬儀屋ですよっつって中にまさかみたいな描写があったんですけども、あれは一体何を運んでたのか、またでああいった大きい箱段ボールに入れて運ぶってことを考えると、もしかしたら霊体の遺体を送りつけたのは元木さんなのかなと思わせておいて、これは全く別筋のねなんじゃないのかなとはね、あまりにもね脈略がなく、怪しいところだけがずっと映ってるんでね、それはちょっと思いますね。で、あとサッカーコーチですか。サッカーコーチがきよちゃんつって菱田さんの息子にねこう話しかけるシーンがあって、でなんか困ったことがあったら俺かお母さんに言えよっつって出てくるというか去っていくんですけど、その後にきよちゃん菱田さんの息子が
こうブルブル震えながら押し入れの前でブルブル震えながらね一言あっちゃんって言うんですよね。であっちゃんっていうのは相良さんとこの息子ですよ。あつとくんね。なんでもう押し入れの中に僕は椎茸の原木が入ってると思ったんですけど、押し入れの前であっちゃんって言ったんで、おそらくね押し入れの中でオリラジのあっちゃんがね YouTube 大学撮影してんじゃないのかなと思って、そうなるとますますややこしくなるじゃないなんでねあっちゃんって言ってたんで、まあ息子さんが押し入れに入ってる可能性はゼロではないにしても、もっとね見た時にもっとびっくりするんだろうなって気がするんで、まあおそらくあるとしてもあっちゃんが着ていた服、あれが結局フリマに出されてたのも突き止めるんですけど、立花くんがなんで本人じゃなくてなんか身につけていたもの、あっちゃんとすぐ分かるもの、まあ先週だったサッカーボールなのかなとは思うんですけどね。だから今押し入れには何もないのか、あっちゃんの服ねなのかなとは思いますけどね。あと猫おばさんはちょっと本当にこうヒントを出してくれるだけでこう怪しさはないですよ。ただネズミ捕りをやたら仕込んでるっていうのはちょっと気が狂った行動をしてますけどねっていうのがあって、まあ一番僕がこのドラマで言いたのは結局これね涼介さんが昔小説書いてたっつってその昔書いてた小説のシナリオ通りにこの事件が起きているのかな。だから20世紀少年の予言の書みたいな感じで涼介さんの妄想というか小説をこう現実に引き起こしているというオチにするんだったら、これは涼介さんがとぼけているのもまあ納得がいくかなというので、6話を見た感じその筋があるとしたらやっぱり涼介は怪しいよなと思いますよね。だからその学生時代ね書いてた小説がどんな小説だったか、まあすごいね理路整然とね持論を展開するみたいなことを言ってたんで、すごくなんていうんですかね、符号のいく納得のいくなんていうんですかね、アリバイ工作をしつつの自作自演の犯行なのかなって、まあそれにしてもだとしたらその動機ですよね。動機もわからないし、まあ戸建てのねマイホームの夢もありますし、それからね真帆は生きているっつって獅子座流星群の画像が送られてきたんですけども、それもまあその話を知ってんのも当時のねメンバーというか同級生ね週刊何でした週刊追求の河村はまあ怪しくないと思うんですけど、やっぱり日野が何か怪しいかな。もしかしたらその小説書いてた涼介の書いてた小説通りに日野がやっているっていう線もありますよね。だからオチがその予言の書みたいな20世紀少年の予言の書みたいなことにするとしたら、で涼介自身がそれをやるというのはあんまり思えなくて、で涼介自身はなんていうんですか覚えが悪くてそんなこと書いてたかなみたいな感じでねいろいろとぼけた感じなんで、これはやっぱ日野がその小説を知ってて同じように仕組んでいるとなったら、これ綺麗にねドラマもまとまるんじゃないのかなっていうのが6話を見た感想ですね。いやーでもまだまだ全然わかりませんしね、半年続くんでしょ。だからまだまだもっと楽しませてもらおうかなと思った6話目真犯人フラグの6話目でした。
コント私葬儀屋ですよ、ね、あれ本当に何を運んでんのかね。だからまだそこのつながりがないんでね、元木とのちょっとわかんないですね。あとやっぱりサッカーコーチもちょっと、サッカーコーチが菱田さんと何かあるんだけど、そこもまだ全然見えてこないですよね。俺かお母さんに言えよって言ってたんで、まあ単純に菱田さんを狙っているのかなっていう感じかな。で、まあ本当にまだまだどうなるかわからないんで、楽しみに来週も見ていきたいかなと思っております。ぜひね、TVer、Hulu で見逃し配信ありますんで、ご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またボタンが狂っている。はい、ありがとうございます。